皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋オーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方をやっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで、お土産音声をね、塚田絵里香女流初段にしてあります。あなたが後手です。対局開始。私後手番ですね。相手の方は居飛車系の、じゃあ私振り飛車でいってみますかね。どうしましょう。じゃあ四間飛車をイメージしていきます。四間飛車。はい、四間飛車ですね。で、相手の方端歩が早いですね。なので穴熊よりは急戦側の可能性が高いですね、今のところ。はい。もちろんね、端歩をついてからの穴熊も考えられるんですが、そうですね、3六とついたんでね、急戦の匂いがかなりしてきました。5七銀なのでね、右銀急戦と呼ばれるような、場合によってはエルモ囲いも考えられますね。はい。さあどうしましょうかね。金上がったのは非常にオーソドックスな形。早い急戦ですね。なるほどなるほど。同歩に銀を出て、相手の方これかなりね、指し慣れてる感じですね。同歩に銀を出てということですね。これね、4五歩とついちゃうとね、大変なことになっちゃいますね。角取られて。ですので、そこは気をつけないといけないですね。歩を飛ばしますか。これは手筋ですね。3五銀と出てくれば3七歩成同桂3六歩という形で、こうということですね。で歩を伸ばしてきました。角上がりましょう。2五歩3三角が、ちょっとタイミング後にもあったのでね、少し違和感のある形でしたけど、この形になって結構定石形に戻りつつありますね。で飛車を置いてきました。どうしますかね。4五歩を突くか、4三銀が上がるか、4五歩突きますか。これで狙ってる角ね、角が上がれたのでね、狙ってる角を5五銀ですか。そちらに出るのはちょっと珍しい手ですね。なのであくまで角をさばかせないようにということですね。ここは難しいですね。5四ついちゃうかな。これはあくまでね、この銀をどけて4六とついてね、さばいていこうということです。私の方はね、この3六飛車とね、歩を取られると、銀引かましたね。3六飛車と取られるとね、ちょっとなんていうんですかね、あれなので、この飛車歩を取られるまでに手をね、うまく作っちゃいたいと。今これ銀を押し戻したんでね、少し調子良さそうな感じになってきましたね。これ1個引いてみますか。ちょっと欲張ってね、これ3六飛車だったら2五飛車と回っちゃおうと。金の力強いですね。なるほど。これはどうしようかな。飛車銀上がりね。なるほどなるほど。これは金を追ってこの歩を取ろうということですね。ちょっと待ってください。でもちょっと危なそうな格好なのでチャンスが来てそうな気がするんですけれども、1五角と出ると3六飛車ですかね。それで何か受けとく手もあるし、1五角3六飛車3五飛車3八飛車ですね。3五飛車と出ると4六金と出てこようということでしょうか。4四角と出る手があるんでね、それが今一番本命で考えてるんですが、4四角と出ると2七飛車なのかな。何か技がかかりそう。歩を先になる同桂で角を出る。それもありますね。難しい。ここはねちょっと迷いますね。4四角と出ると、飛車を1個引いて、なるほど。模様良くなりそうなんですけれども、こういうところでねちょっと一回慎重にならないとね。3七歩成同桂1五角はちょっと飛車そうね、ちょっともったいないかな。今ね考えてる手は3七歩成と4四角をね組み合わせてうまくいかないかなというところです。4角出ますか。これが一番良さそうという結論に達しました。はい。で飛車取りで、3六飛車だったら3五飛車とぶつけるということです。今ねこの8八の相手の角と6六の銀がちょっと渋滞気味になってるのお分かりいただけますかね。ですのでこの瞬間にね駒をさばいてしまうとさばくチャンスなんですよね。この6六銀8八角が重い格好になってるんで、この2枚をね立て直される前になんていうんですか、戦いにしちゃいたいんですよね。で飛車交換にして、これちょっと振り飛車ペースでしょうね。圧倒的優勢までいかなくても飛車交換になったんでね。で5七金と上がったことによって相手の王様のね脇が空いてるので2八飛車と打つ手がね非常に気持ちのいいお手になるんですよね。これね3四飛車と打たれそうなんですが、打ってきましたね。これ打たれてもどちらがいいかな。3三飛車と合わせる手もありますし、王手してね、これが一番自然ですか。王手をして王手が先手ですから、この瞬間に銀取れないですね。で受けさせて、でどうするの、どっちがいいかな。3三銀にします。これでね両方受かるんですね。角を取れば同飛車成でいいですし、そちらに行かせればね、銀は取られなかったということで、さあどうしましょうか。
まあ非常にね気分よく指してるんですが、まあここからね、どう指すのかっていうのは難しいですね。今形勢は振り飛車ペースなんですが、もちろんしっかりねリードを広げていけるかどうかってことですね。まあこれね5七角成とやっても同銀で今取られるので、どうやるのがいいかな。そういやこれ難しいところですね。飛車を成って桂馬を取りに行く手もありますね。まあ、このまま取りに行きますかね。これはね桂馬を取りに行った手です。飛車を成って次2九竜から、桂馬を取っていこうということですね。まあこの5四の飛車がね、まあ、中ぶらりんな格好なので、まあ美濃囲いが非常に硬いんでね、こう侵入されなければ、相手の方にね駒を取られないんですよね。私の方はこれ桂香を取っていけばね自然に駒を取れる駒得になるので、まあ相手の方の方が忙しいですよね。シンプルにね忙しいというのはまあ桂香をね取られてそのまま自利品負けに、ね、なってしまう可能性があるので、この桂香を取られるまでにまあ居飛車側相手の方がまあ何かね戦果を上げなければいけないという状況ですね。まあちょっとね仕掛けのあたりですよね。まあ急戦の定石の形だったんでね、まあ5五銀と出た手がちょっとこれ勝負手ですね。なるほど、これはなかなかの勝負手ですね。なるほどなるほど、まあ、これはまあ歩で取りますが歩を垂らしてね飛車を横に使おうということで非常にでもこれはね相手の方非常に強いですね。この手はいい手だと思います。どうしようかな。香車を走らせてね指す手もあるんですけど、まあ、手堅く追ってみますか。まあこれでね、9四飛車なら、9四香と走ればいいですね。でこれで飛車を追ってで歩を打ちましてね、これ一見ね飛車香で連続で攻められてるんですけど、同香移動しちゃうと9三香と合わせるとね飛車が捕獲できるんで、これ飛車と香はね逆だとこういう受けはできないんですけれども、まあ同飛車なら9三香と走ればね、ぴったりこう飛車が捕まるということですね。まあただこれ飛車逃げるんでは辛いんで、まあ9四同飛車と取ったこっちを切ってきましたが、まあこれも考えられますね。で香走るってことでしょうか。まあただまあやはり飛車をね手にしたのは大きいですね。角を使おうということですか。まあこれはそうですね。香車をちょっと逃げておきますか。おしゃれに逃げるか。そうですね。香車を逃げとこうかな。香車を逃げるかね、4四歩とか打っとくてもらいます。どっちがいいかな。迷いますね。渋く4四歩だとしたらまあ4四歩取ってみますか。ね、プロっぽく。これね角を成られて馬を作られる手なので、まあ丁寧にね。でこれねどうしてまあこういう手でまあ桂香を取ってもいいんですけど、まあ私の方がこうなんていうんですかね、後々の楽しみが多いんですよ。なのでまあ慌てる必要がないんですよね。これじゃあまた渋く香車を上がって。これね2九竜と1九竜が待ってるのでそんなに慌てさす必要がないで、まあ角を成ってきましたね。さてここまでやったのでかなり得をしました。で具体的にあとはどうするかですね。まあ桂香を向こうもね取ってくると残ってるんで、今ね私はかなりね先の方まで今現状実は読んでます。まあ桂を取って8八飛車打ってまあ桂を取ってますか。でねこれ桂香を今日取ってくるんですけど、その瞬間にね一気に寄せれないかなっていうのをちょっとね今読んでるんですよ。いけないかな。ちょっとやってみますかね。ちょっと強引かな。いやまあね寄せに行くっていうのはリスクがありますからね。どうしよう。桂も一回打つ方がいいかな。いやね今私が考えたのは8八飛車と打って同玉に6九竜です。で7八飛車と打ついってる、それ9六桂と打って一気に寄せられないかなって考えてます。ちょっとね、まあ、リスクは高いですが行ってみますかね。ちょっとやってますか。せっかく読んだから飛車を打ってね、これね3九飛車と普通にね打ってってもいいぐらいなとこなんですけど、これね7八飛車と打つ一手なんですよ。でねこれ馬をずらしたからこれができるんですね。5分何です。分出ましたね。ちょっとじゃあ一気にいきますよ。ちょっとねリスク高いですけどうまく決まってほしいですが結構ねこういうとやるとね、逆転につながることもあるんで危ないです。まあちょっと今回思い切っていったんですが決まらないと危ないですね。決まるかなちゃんとまあこれねこの辺まで直線で読んだんですが、ここでねどうなるか。まあ8六桂みたいな手が一番嫌ですね。相手の方強い方なら8六桂が一番嫌な手です。
まあ相手の方ね強い方なんで8六桂打つかもしれないですけどね、こうやっぱり美濃囲いの急所で桂馬2枚持ってるんでね、8六桂取って7四桂打ちって形一番厳しいんですね。で私の方はもうこれ結構迫ってるんで、次6五桂はまあ効いてます。8五桂で打てるとね、まあ、一気に迫れるんですけれども、まあ、一瞬大きくねこれ駒を損してるんで、この瞬間がちょっとね、まあ、リスクが高いってことですよね。まあこうやらないでね2枚飛車打ってじっくり攻めてっても十分だったんですけど、8五敵の打ちたいと、まあこれはねまあそんなになんていうんですかね怖くないです。8六桂の方が怖いんですね。これ6五桂打っちゃうと胴前取られちゃうんですけど、まあ、金を引いてね、これはまあ8六桂の方が怖かったですけどね、まあその辺もまあ解説編でできれば、まあこれももちろん嫌ですよ、嫌な手なんですが、まあ金を引いてね、まあ、これ5五角とかですかね、とにかく7四に桂馬を打つ形を作るのがまあなんていうんですかね一番、まあこれは受けに回ってますけどね、この後ねそろそろ何かうまく決まらないかな。金を打って、そうですね、そろそろきっちりね寄せを考えてます。竜引いて、まあ竜を引いてねゴロゴロ駒を取っても、まあこれはちょっとねさすがにペースです。振り飛車がね良くなってるんですが、ただね上部に抜け出してきてるんでね、取っちゃいますか。まだまだ難しいですね。しっかり寄せないと、もちろんこれね5五玉から入玉される可能性がもちろんありますから。まあただね私の王様はこれかなり安全になったのが大きいところで、まあ先ほどね8六桂から7四桂打ちという形で攻められる形の方がねやっぱり実戦的にはプレッシャーかかるんですよね。これですと、まあ、攻めに、専念してさせるということなので、あとはまあ時間ですね。あと4分20秒なのでこの時間だけ、まあ、いつもやってしまうのでね気をつけないといけないんですが、まあ王様はそうですね早逃げですよね。これが一番まあ粘り辛抱ね、粘りある手ですね。まあ入玉模様ですよね。この時がまあここで一回止めますか。飛車を回ってきました。桂馬でつなぎますか。まあ相手方でもねしぶといですね。なるほどなるほど、しぶといです。これはね何かそろそろ決まる手はないかな。飛車を鳴らそうってことですかね。まあ、竜入りますか。金が出てきました。これもね、まあ、歩をついてそろそろそうなんですね、そろそろきっちり攻めたいんですが、歩をつくと竜入って銀取る、まあそれでもいいな。まあ竜入りますか。まあこれはねいろいろあるとこです。一番なんていうんですかね手堅めな順でいってるイメージです。まあ王様がね安全なのが本当でかいです。繰り返しなんですけど、まあきっちりこうなんていうんですかね入玉さえ気をつけて、まあ王様をね、攻めていくイメージですね。まあ銀を打ちまして、さてじゃあこうですね、歩で取ってまあ着実にですね、まあ結構ねこう王様逃げられてるんですけれども、やっぱ王様ね短期なんでね、まあもうちょっと早い寄せはあったかもしれませんけど、一番まあ手堅い手順ですね。なので桂馬をねこう続けて打たれない限りはまあ非常にやっぱり安心なんですね。これは銀入って竜回れそうだな。銀出て、王様引いて竜回って取って、そうですね、銀出てきます。そうですね、ちょっとしっかり読みます。ただね逃がしちゃうとねほんと繰り返しなんですけどおかしくなるので銀出ますか。しぶといですね。そうそう、こっち上がられちゃうんですね。ちょっとそうか、これ危なかったですか。なるほどなるほど、これはねちょっとしぶとい手でした。ちょっとね今こっち上がられるのうっかりしました私も。あと何分？そうですね、時間が3分です。そうですね、今ちょっと嫌な軽率でしたね。若干危ない感じになりました。ですね、ちょっと慌てますねこれは。私も考えないと、テクニックを使わないといけないので、歩打ちますか。これね今5五玉機敏な一手でした。ちょっとね私の方もこれは油断っていうかねちょっと危ない手をしてしまいましたね。これ今ね3五玉だと3八で終わったんですけど、5五玉だったんで4四玉から抜けるルートができたんでね、ちょっと工夫して攻めないといけない。ちょっとこれね危ない形になってきました。逃げられちゃうとね本当に危ないんで、同竜かな。これ際どくなりましたね。今ねまあ4三桂とか打っとけば一番手堅かったですね、おそらくね。何か4四玉ですか。これは竜を回ってどうでしょうか。いや細いですね、細い攻めになりました。一見してね、いや怖いですね。これ寄せきれるかな。
そうですね、これで銀を失ったんですけど、まあ、王様をこうなんていうんですかね、引き戻せたんで大丈夫かな、ちょっとね不安なとこでしたけど、ようやくこれ寄せ切れたみたいですね。ちょっと今ね最後バタバタしましたね4五銀非常に軽率でした。ちょっと反省ですね。慎重になってたのに、まあこれはちょっと捕まりましたね。いやー、なんかちょっと3二歩はちょっとね、まあテクニックだったんですけれども、そのテクニックがうまくね決まってましたかね。まあなんとかこう入玉直線で、まあね、途中8八飛車からこう攻めていったのがちょっとやっぱり乱暴だったんでね、危険な失点でしたね。いや、ありがとうございました。これは日頃の行いが出ましたね。行いが出たようです。ありがとうございましたはい、いかがだったでしょうか。まあ戦型がね、四間飛車対急戦ということで、まあちょっとね相手の方が工夫した形だったんですけれども、途中でね、まあ、少し振り飛車ペースになりましてね、まあ終盤の入り口までは私ペースだったんですけどね、最後の方はちょっとねやっぱりリスクのある寄せ方をまあ選んだんですけど、やはりねちょっと危なくなりましてね、最後はちょっと入玉寸前になったんですけれどもまあ特にね序盤から中盤の定石の形がね、まあ皆さん特にね、よく指される方もいると思うので、そういったそこの辺りを中心にね解説編の方でやっていきたいと思いますので、そちらの方の動画も合わせて見ていただければなと思います。この動画が良かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。